ごめんね、いきなりこんな顔で。おはようございます。今回はミキシング改造とかいうのをやっていこうかなと思います。はい、よーい、スタート。なわけで今回素体にしていくのは HGUC ガンダム F91 でございます。機動戦士ガンダム F91 に登場するシーブックアーノーの登場機なんですけども、当時の流行も取り入れたデザインなだけあって若干時代を感じる部分もありますが、今見ても色褪せないビジュアルですよね。胸部のヒートシンクがむき出しになってるのとかクソおしゃれだと思う。今回この F91 と HGUC セカンドビクトリーをミキシングしてめっちゃ高機動な機体を作っていこうと思います。ちなみに右のセカンド V ですがガンダムベース東京限定のものを使っています。今回もミキシング改造とは言ってますが、そこまで凝った改造はせず F91 をベースにセカンド V のパーツを切った貼ったしていく感じで作っていこうかと思います。じゃあさっさと改造始めろ。まずは肩と腕一気にやっちゃいます。こちらセカンド V の腕をそのまま流用しても良いのですが、二の腕の細さが F91 に合わないと感じたので、そのあたりを組み合わせることにします。F91 の二の腕パーツとセカンド V の腕関節それぞれがちゃんとはまるようにニッパーやヤスリで調整。肩としっかり接続ができるように二の腕パーツも違和感がない程度に削っていきます。とりあえずこんな感じ。そのままパーツを流用せずに F91 とセカンド V のパーツを組み合わせたことで、あくまでも F91 のカスタム機体という雰囲気を出せたのではないでしょうか。塗装しちゃえば大抵は違和感なくすことできるんですけどね。これは言わない約束。ちなみに剣部にはセカンド V の肩パーツの一部をそのまま接着寄ることにしました。F91 のマークが隠れちゃいますが、ガンプラは自由なのでセーフってことにしておきましょう。あぶねー。次は脚部なんですが、脚部の改造動画を撮り忘れてしまったので、ここは画像で紹介させていただきます。すみません。で、脚部のカスタマイズなのですが、こちらも基本的に F91 の脚部にセカンド V のパーツを切り取ったものを接着しているのみとなっています。主に膝と足首、それと靴パーツですね。靴の部分はそのままの流用なのですが、据え置きの状態だと足首の接続パーツが横から丸見えになってしまっていたので、F91 の足首パーツを刻んだものをセカンド V の足首パーツに接着させております。カスタム部分のスカスカ感をなくしつつディテールを増やしていくといった戦法ですね。結構いいんじゃないでしょうか。雑なのはいつも通り見逃してくれな。続いて腰部。こちらも超シンプルにセカンド V の腰部パーツを F91 の腰部各部に貼り付けていきます。困ったらとりあえずパーツペタペタするやつ自分です。あんま改造には関係ない話なんですが、 F91 の腰部ってサーベルとかシールドの予備が入ってると思うんですけど、ビギナキナ戦で予備シールドぶん投げておとりに使ってるシーン、あれ結構好きなんですよね。なかなか細かいとこですが、とりあえずこんな感じ。クリアパーツなのでちょっと分かりにくいですが、塗装してあげるとちゃんとそれっぽく見えるはず。お次はバックパック。今回のメイン改造ですね。こちらセカンド V のミノスキードライブユニットを丸々流用していきたいところなのですが、 F91 の背面がなかなかややこしい形をしておるので、なんとか取り付けられるように色々と加工していきます。ミノスキードライブユニットの基部を真っ二つになるような形でカットソーで切断面をヤスリで整えた後、ベスバーの基部にドライブユニットのパーツを接着していきます。つまりベスバーのパーツを流用して接続パーツを作るって感じですね。メインウェポン使えなくなっちゃったんですけど、F91 くんならなくても大丈夫だよ多分。とりあえずこんな感じ。少しでも接続パーツっぽい感じにしたかったので、重心パーツの一部を取り外しております。内部フレームみたいでいいんじゃないか。実際に取り付けてみます。取り付け位置の影響で横幅が広くなってしまいましたが、これはこれでハッタリが効いていていい感じだと思います。こういう盛り方してる機体好きだぜ。最後は武器。こちらは F91 のライフルにセカンド V のライフルのマルチプルランチャーを取り付けてあげようと思います。ただそのまま取り付けちゃうと元のパーツ取り付け部がスカスカになっているのが気になるので、接続する前にプラ板で蓋をしてあげます。また話が脱線しちゃうんですが、 F91 とかフリーダムみたいな白のカバーがついているライフル、ああいうのいいですよね。とりあえずこんな感じ。
F91 にこういうランチャー装備するのも似合うかなと思いましたが、多分大丈夫でしょう。適当。というわけで F91、すべての改造を終えたものがこちら。全体的に F91 らしさをキープしつつ、増加アーマー的な感じでセカンド V のパーツを配置してみたんですが、いかがでしたでしょうか。もともと高機動な機体なのにアーマーつけちゃうのどうなんすかっていう感じではあるんですが、そのあたりに関しては問題ないと思いたいですね。じゃあ F91 改造編はここまで。ここからは塗装編の方やっていきます。というわけで F91 すべてのパーツを洗浄しましたら、プラモだけを乾かす機械かよこと山善の食器乾燥機で乾かします。ゲームオーバーだ土下だパーツ洗浄が終わりましたら、次はサーフェイサーの方拭いていきます。今回クリアパーツのキットを使用していますので、塗装後のパーツのスケスケ感がなくなるようにしっかりとサフを下地にしてから塗装していきます。クリアパーツ使うとこういうとこで手間かかっちゃいますね。サーフェイサーを拭き終わりましたら、早速本塗装の方やっていきます。今回の塗装レシピはこんな感じ。全体的に元の機体色よりも青い部分を増やしまして、スタイリッシュな雰囲気にしてみました。キットの組み合わせが割と王道な感じなので、カラーリングの方は少しひねったものにしようかなと思っていたのですが、最終的に普通のカラーリングになってしまいました。無難なのが一番なんやね。本塗装が終わり、ある程度パーツを組みましたら、次は墨入れの方やっていきます。今回は白をダークグレイ、青はブラック。案の定墨入れパートも話すことが少なくなってきたので、願望を垂れ流していきます。F91 といえばプレ版の方で MG の F90 シリーズが現在までだいぶ発売されてきたと思うんですけど、そろそろシルエットガンダムとかクラスターガンダムなんかもキット化されないかなーって密かに期待してるんですよね。こういう何でもかんでも出せ出せっていうやつが一番めんどくさい。墨入れが終わりましたら、次はデカールの方貼っていきます。今回は青と白のデカールを採用。 RG とかバージョン過渡期でよく見る構成ですが、青中心のカラーリングに対して赤色のデカールっていうのもいい感じに映えますよね。個人的には若干少なめに貼り付けてアクセント的に配置しておくのが好みだったりします。前も言ったなこの流れ。というわけでデカールの方も終わり、最後に艶消しクリアを吹き回して完成にしたいと思います。それでは F91 完成編の方へどうぞ。というわけでセカンド F91 でした。どっちも正式名称にガンダムがつかないつながりってとこかな。
小型の機体同士をミキシングして設定的にありそうな雰囲気のガンプラを作ってみたのですが、いかがでしたでしょうか。 F91 にミノスキードライブっていうのもめちゃくちゃ玉の悪い改造ではありますが、まあガンプラはこのくらいぶっ飛んだ方が良いのかもしれない。はい、というわけで今回の動画はここまで。次回の動画があればまたチャンネル登録、高評価よろしくお願いしますって挨拶そろそろ始めようと思うんですけど、どうすか。まあ気が向いたら押してください。すいません。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。